午前6時過ぎ、毎朝ラジオ体操に行くのが日課です。大阪市都島区に住む吉村明さん101歳、陸軍に所属していました。そうです、101歳です。大正8年2月10日生まれ、1919年第一次世界大戦が終わった時です。太平洋戦争が始まる2年前の1939年、20歳の時に陸軍に召集されました。入隊した初日から理不尽な洗礼を受けることになります。少年兵全部集まれて、何も話あったかなと言ったら、いきなりバババーと殴られましたな。帰ってきた挨拶もせんとこう言いますね、小平がね。大体きついもんだよなと思いましたわ。吉村さんは敵の戦車を攻撃する速射砲隊に配属されます。中国や香港、さらにジャワ島など南方から、冬には零下30度にもなる北満州にも赴任しました。その後一旦帰国しましたが、1944年12月再び召集されます。命じられた行き先は沖縄でした。もう他の戦争を皆玉砕してますやろ。それで沖縄行ったら、これはとっても助からんと思いましたけど、軍の命令やでね、どうにもなりませんわ。艦船1500隻を有するアメリカ軍は、1945年3月から沖縄への攻撃を開始。鉄の暴風と呼ばれる猛烈な艦砲射撃や空襲が浴びせられました。日本軍は現地での召集を含め11万人が戦闘に動員されましたが、民間人を合わせ18万8000人が犠牲となりました。見てもゾッとしますよ。それはもう手も足もないしな、中には首はないわ。内臓が飛んで出てるわ。ほんまによく助かったなと自分でも思いますね。ほんまに思い出してもほんまにあんなにするわ、涙出るわ。かわいそうなんだ。吉村さんも米軍の猛攻により深い傷を負うことになります。ドーンと迫撃砲ってね、弾が飛んできて、声も当たって結局背中に3つ弾が残って、ほんでここからこっち行って、弾が抜けて足がこんだけほど穴開いて白い骨が見えてますね。もう夏になるとこれウジ虫がいっぱい湧きましたろ。それをドッドッって言って、もうあれだけどよ、ほんまに自分で助かったと思いますわ。この時受けた迫撃砲の破片は今でも吉村さんの体に残っています。もう死ぬかもしれない。追い込まれた吉村さんには軍から持たされていた手榴弾で自決するという選択もありました。弾もタンクも銃剣もしばしろえの草枕、夢に出てきた父上に死んで帰れと励まされ、覚めて睨むは敵の空な、死んで帰れって言いましたよな。自分はみんな死んで帰るのが当たり前やけどな、うちのお母さんはその自分は生きて帰ってください言われて、それが非国民と言われてて、あんたそんなことおっぴらに言うたらいっぺんにもうけっぺん引っぺられるで。お母さんというのは当時婚約をしていた春子さんのこと。戦闘中も春子さんの言葉がずっと胸の中にあったのです。沖縄では6月23日に組織的な戦闘は終わりましたが、吉村さんは捕虜になると殺されると思い、自然の洞窟ガマへと逃げ込み、米軍に投降したのは8月15日でした。
これ写真が一番好きやねわし。これな。スラスラーとしてやな。写真持って歩いてんねんね。もうだね。いっぱい写真持って歩いてる。おかしもええけど、そんなこういうわけいかんってお前。春子さんの言葉を胸に生き延びたことで、2人の子供に恵まれ、10人の孫やひ孫もできました。ただ、戦争体験はあまりにも悲惨だったため、誰にも語ることなく、70年近く心にしまっていました。7年前、妻の春子さんは亡くなりました。月命日の6月23日、住職に沖縄戦の経験を告白した時でした。死というものをすごくやっぱり僧侶としてはね感じることが多くなっていってたんですけど、やっぱりお父さんのご戦争のね話とかそういうことっていうのはすごくそういう死というものの受け取りというものに対してですね伝わるものがあるなというふうに思ったんで、それでちょっとお話を聞かせてくださいということで。住職に後押しされ、吉村さんは年に1、2回地元の小学校などで戦争を知らない世代に自身の体験を語るようになりました。二度と戦争の悲惨を起こさないよって書いてますわ。いろいろなことを教えていただいてありがとうって言ってますが、皆書いてますわ。僕はしっかりと語り継いできますとみんなにまた言いますわ言うてましたでな。よう声書いてくれたなと思いますわそして家族もこれまで知らなかった吉村さんの戦争の話を聞いて思いを新たにすることとなりました。父親からそういうふうな話を聞いて、母親からそんな話を生きて帰ってきてねと言うたことで、ものすごくこう自分の命という部分がそうやってつながれてきたんかと。そやからまあ親父にも感謝するけれども、母親への感謝の方が大きいですね。どうぞ生きて帰ってください。妻の言葉を励みに生還し、75年が経ちました。年を重ね101歳、今日もまた新しい朝を迎えられる喜びを感じています。もう戦争のないほんまにもう平和でみんなが仲良く暮らすことが一番大事だと思いますわ。世界中がな全部平和であるようにわしは祈っております。はい